息子に新学期に向けてペンケースを作っていたら、いちごとかハートの柄で私にも作ってというので、とっておきのはぎれセットの中から好きなはぎれを選んでもらった。生地が一番好きですか？全部。そういうわけで、とにかく可愛らしくパッチワークして次女のも作ることにした。最近息子の日本補習校の持ち物に三角定規やら分度器やらコンパスやら荷物が増えたから、ペンケースに入らず忘れ物が増えがちだ。これは緊急で息子のペンケースをアップデートせねば。息子が一番使いやすくて持ち物全部が確実に入る容量があって、かつ取り出しやすいもの、どんなのがいいかな。最初は三角型にしようかと思ったけれど、やはり中身が一目で全部見えて取り出しやすさ重視の箱型に変更だ。こんな感じかな。生地はどうしよう。裏地ははぎれて、表布はロスで買った生地にしよう。この生地、ハンバーガーが大好物の息子にはぴったりの生地だね。裏地はこの青のはぎれにしよう。このはぎれは変な形だから継ぎはぎして作っていこう。早速縫っていっちゃおう。裏地から縫っていこう。まずは継ぎはぎするところからだね。ペンケースの側面を縫い付けていこう。角は出来上がりの箇所に印をつけて、さっきの印に向かって斜めに切り込み、立体的なところがこうして縫いやすくなるね。脇を縫おう。しっかりさせた方がいいから芯を貼ろう。表布も裏布と同じように組み立てていくのだけれど、こちらは芯も張っててより縫いにくいから、角の出来上がりの部分に一針仮縫いしておこう。あらかじめ切り込みを入れておこう。
脇を縫おう。表布にファスナーを仮縫いしよう。こちらも角は1針仮縫いしておこう。裏蓋にポケットがあると便利かな。念のためつけておこう。定規が多いからね。裏布と表布を中表に合わせて口をぐるりと縫い合わせよう。裏布の返し口から表に返す。ファスナーの際に押さえミシンをかけよう。バッグみたいに持てたらいいかなということで持ち手も作って、本体に持ち手をつけよう。ほっと一息と思っていたら、私も欲しい、いちごとかうさぎさんの生地で作ってというので、次女のも作ることに。でもあいにくお洋服の端切れの中にハートやいちごやうさぎさんはないから、こんな時のために前に日本で買っておいたポップでどこかレトロな端切れセットを使おう。次女に選んでもらおうかな。生地が一番好きですか？全部は使えないから、とりあえずいちごとハートは入れて、奇跡的にうさぎさんも一つあった。あとはお任せしてもらえるそう。というわけで次女のも早速作り始めよう。同じ形でいいのだけれど、次女のはパッチワークしてキルト芯を使うから、少しだけ型紙をその仕様に変えようかな。
よし、じゃあキルト芯カットしよう。このキルト芯は薄手だから今回は2枚重ねて使おう。さてと、どうやって並べようかな。いつも洋服作りの余った変な形の端切ればっかり使ってるからしっかり正方形なのが新鮮だ。では縫っていこう。キルト芯を2枚重ねるから真ん中で仮縫いしておこう。端切れを中表に合わせてどんどんパッチワークしていこう。できた。かわいい。余計な部分をカットしていこう。裏布は赤いドットの端切れを使おう。今日はスイカ割りをしようと思ったら次女が運ぶ時に落として割れた。割れ目を隠してスイカ割りすればいいね。
仕立てていこう。表布と裏布を外表に合わせて周りをぐるりと仮縫いしよう。周りをバイアステープで包んでいく。こういうへこんだ角を縫うときは、曲がるポイントの点に向かって本体側だけ切り込みを入れて、本体をまっすぐにして縫っていこう。こういう突き出る角の場合は、曲がるポイントの点まで縫って、こういう感じで折って、さっき縫い止まった場所からまた縫い始めよう。縫い終わりは縫い始めギリギリまで縫う。そしたら垂直に中表に合わせて斜めに縫う。余分な縫い代はカット。カーブに切り込み。バイアステープを表に折って端を縫っていこう。バイアステープで覆えた。これだけでかわいいね。あとは組み立てて手で縫い合わせていこう。
スナーも手で縫い付けていこう。スライダーが抜けないように縫っておく。口にファスナーを縫い付けていく。最初は並縫いでつけて、際はまつっていこう。ファスナーの端ははぎれで覆っておく。これは前に樹脂粘土で作ったマシュマロ。これをスライダーにつけておこう。完成したから目をつぶってて。目を開けていいよ。